どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、好きな熱帯魚はいますでしょうか？この趣味をやっていると、自然と好きな熱帯魚が出てくるものですが、お気に入りの生態はいても優劣はつけがたいですよね。自分も何種類か好きな熱帯魚はいますが、これが一番と言える生態はなかなかいないです。その中でもいつも推しているのはカージナルテトラなんですが、これを推すのにはいろいろな理由があります。それは初心者でも買いやすかったり、入手性が良かったり、価格が安かったりするので、いろんな人に勧めやすいというのもあるんですよね。安価で流通量も多く、綺麗な熱帯魚は多くいますが、その中でも一番最初に飼い始めて、その綺麗さに衝撃を受けたという思い出補正も自分の中ではあります。なので、人に一番好きな生態やおすすめの生態を聞かれたときは、そういった複合的な要因に基づいて判断しているわけです。そんな数あるお気に入り生態の中でも、長年群営させたいと思っていた生態がいるんです。正直今までは現実的ではなく、夢のまた夢だったんですが、最近になって思い切って大量購入したので、皆さんに紹介していきたいと思います。おそらくですが、個人でこの生態をこんなに一気に飼育している人はいないはずです。いたらコメント欄で手を挙げてください。なぜ現実的ではないのかは動画でお話していきますので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速今回購入した生態を開封していきます。購入先はいつものペットバルーンです。なかなかでかい発泡スチロールに入っていますが、珍しく今回は横向きになっている面が上みたいです。いつもと違って何やら物々しいですね。どうやら見たところパッキングを縦に入れたかったようです。こうすることで輸送時の水の揺れを軽減させているのではないかと思いました。いつもの生態とは一味違うようです。最初に出てきたのはちょっと緑色っぽい飼育水が入ったパッキング。この生態も実は動画で紹介していない1匹のみのやつなんですが、また機会があれば紹介したいと思います。続いてはオトシンクルス。水槽が増えたことにより手が足りなくなってきたので追加で買いました。次に出てきたのは大本命の生態です。こちらは20匹入っているようで、パッキングの大きさが段違いです。何が入っているのでしょうか。最後に出てきたのは同じ種類の生態30匹です。通常であればこのパッキングの大きさで50匹ひとまとめに入っていると思うんですが、今回は気合が違います。というわけでいつものようにパッキングを開封し水合わせを行っていきます。正直この生態をこんなに大量に購入するとは夢にも思っておらず、だいぶ慎重になってます。普段であれば慣れた手つきで行うんですが、この時ばっかりは心配が勝ちましたね。いつものようにパッキング内の水量が多かったため大半は捨てました。こうすることで点滴法での水合わせ時間が短縮されます。その分生態が多いと酸欠になる恐れもあるので、心配な方はエアレーションも並行して行いましょう。ちなみに1匹も試着はありませんでした。さすがのクオリティですね。安心して購入することができます。というわけで散々もったいぶってしまったので、合計50匹大量に購入した生態を紹介していきます。今回紹介する生態はこちら、トゥッカーノテトラ。こちらは以前生態紹介動画でも出したことのある小型のカラシンです。確認してみると2021年11月28日に投稿しているようなので、1年半くらい前ですね。このトゥッカーノテトラ、最大体長が2から3センチしかない小型のカラシンの中でもだいぶ小さめの生態なんですが、この小ささに見合わない価格をしてるんですよね。その価格というのが以前購入時は1匹2180円。ちょっとびっくりしますよね。生態紹介動画でこんなに小さいのにこの価格はビビると言ってましたが、今でもビビります。このトゥッカーノテトラを群営させるのがなんで現実的ではなく夢のまた夢と思っていたのかというと、全てはこの価格にあります。
単純計算2180円 ×50 イコール10万9000円ですからね。正直やばすぎて震えます。いくらアクアリウムにお金を全振りするために交友関係を断ち切り、自炊しながら節約生活をしていると言っても、この金額はえげつないです。ただ、これはあくまでも九州のショップで購入した時の金額であり、ペットバルーンは違います。なんと、この時に購入した1匹あたりの価格は1280円だったんです。九州のショップと900円違います。ということは1匹あたり900円マイナスなので、×50 の4万5000円安いです。4万5000円って ADA の90センチ水槽を買えちゃいますからね。この差額は本当にでかいです。まあ、そもそも九州のショップでは50匹もトゥッカーノテトラ扱ってるとこないと思いますけど、価格が安くおまけに一気に大量購入できるのがここだったというわけですね。最初に生態紹介動画を出した時は、まさか自分がトゥッカーノテトラを50匹も購入するとは思ってませんでした。動画内でも言ってましたが、いつも100匹単位で小型カラシンを購入する自分でも、ひよって1匹しか買ってませんからね。それだけこんな小さなカラシンに2000円という大金をはたくのにビビっていたわけです。ただ、この大量購入を踏み切るきっかけになったのは、最初に買ったトゥッカーノテトラのおかげです。飼育がしやすい部類なのか分からず飼育していましたが、特に特別なことをせず元気に泳いでくれていたので、安心して飼うことができました。これで最初のトゥッカーノテトラがすぐ落ちてたりしたら、この数は買えませんでしたね。そんな中、ペットバルーンが格安で売っていたのが後押しになりました。購入当時はまだ1700円くらいが相場だったので、この1200円台というのはとても安かったんです。最近になってトゥッカーノテトラは流通もある程度安定してきたようで、この価格上昇の世の中で以前よりも安くなっている印象です。ペットバルーンは今でも1280円で売ってるので、気になった方はぜひ購入を検討してみてください。というわけで改めてトゥッカーノテトラを紹介していきます。トゥッカーノテトラとはブラジルのネグロ川、ウアウペス川支流原産の小型カラシンです。生息地がごく限られており、流通が少ないことからマニア垂涎の生態となっています。最大体長は2から3センチと小型カラシンの中でも群を抜いて小さいんですが、体側の幅の広い黒のバンドと綺麗に輝く目はとても惹かれます。飼い込むと尾ひれが赤く発色するらしく、色が上がりきった個体はとても美しいです。寿命は 2,3 年とまずまずで、水温は22から26度、弱酸性寄りの水質を好みます。人工飼料にもしっかり根付いてくれますが、サイズが小さいのでブラインシュリンプなどの食べやすい池をあげられるのがベストです。トゥッカーノテトラ自体は非常に温厚な性格をしており、他魚を追いかけたりすることは全くないので、混泳しやすいのも魅力の一つです。現地では群泳しているようなので、できれば単独飼育ではなく、複数飼育が望ましいみたいです。今回は50匹なので、十分要件は満たしてます。トゥッカーノテトラの魅力は、なんといっても体側の黒いバンドと金色に光る体色ですね。今映像に映っている個体たちはまだサイズが小さく色飛びしているので分かりづらいですが、体格がしっかりして色もはっきり乗るととてつもなく綺麗です。色飛びしてても黒のバンドはしっかり出てるので、今でも十分美しくはあるんですけどね。これは実際に飼育してみないとなかなか伝わらない部分なので、ぜひ一匹でもいいので飼育してみて良さを感じていただければと思います。それでは早速導入といきたいところなんですが、さすがに一匹一匹がなかなかのお値段なので、いつものサテライトで管理してから導入することにします。成熟している個体が多ければいいんですけど、結構痩せて小さい個体もいるので、できるだけ餌を行き渡らせたいんですよね。もちろん餌はブラインシュリンプです。毎日たっぷりあげてしっかり体力をつけてから水槽へ導入したいと思います。ちなみにこの時導入水槽は考え中で、ろ過が出来上がっている水槽しかないので、どこでもいいのはどこでもいいんですけど、できるだけトゥッカーノテトラに合うような水槽がいいと考えてました。というわけでいかがだったでしょうか。
1280×50 イコール6万4000円ということで、なかなか思い切った買い物をしましたが、現状大変満足しております。6万4000円あれば何ができるかなんて野暮なことは考えず、この綺麗な生態たちをしっかり大きくして、レイアウト水槽で群営させたいと思います。今後この大量のトゥッカーノテトラがどの水槽に入るか気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。